皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。今日は娘とタメ口トークをします。はい、娘のまこです。今日はお母さんとタメ口トークをしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。たださ、私そのタメ口って言い方がちょっと変だと思わない？タメって意味知ってる？タメって意味知ってるよ。何ですか？同い年って意味だよね。だよね。だからさ、私たちが話す時点でさ、タメ口じゃないじゃん。確かにね。すごく細かいことを言うと。うん。で、タメ口って正式な名前がなくない？デスマス隊とかはさ、あれ携帯、尊敬の敬で携帯っていうのね。でも、そうじゃない、日常の常って書いて状態っていうのがあるんだけど、それはであるなのね。だ書き言葉なの。で、話し言葉のこういうデスマスを使わない言い方の名前がないのよ。で、タメ口のタメってさ、スラングっていうと汚い言葉のイメージが私の中であるんだけど。でもそうだよね。ね。ヤンキーとかが使ってそうなイメージがあるよ。そう。ヤンキーっていうのは、なんて言ったらいいかな。これを見たらヤンキーって何かわかるよっていう。東京リベンジャーズとか。オッケー。じゃあ東京リベンジャーズとか、ちょっとアニメでもう見ればわかるよね。髪型とかから、こういう人たちって。まあ、とにかく、タメっていうのは、そういう人が使う言葉なので、そういう人ってよくない。そんなことない。タメって使う？私は使わないけど、タメ口はみんな言うよね。そう、タメ口は言うよね。でも、俺お前とタメだからとか、そういう言い方はしないじゃない。そうだね。まあ私はしないから。まあ、ヤンキーはちょっと言い過ぎたけど、女の人は特に使わないかな。男の人だったらもうちょい使ってるかも。ああ、そっかそっか。じゃない？あんまいないけど。ね。じゃあ、だから何が言いたかったかっていうと、タメ口っていうと変な気がするっていうことが言いたかった。娘と話すのに。そんなことない？なんか私は、タメのような口だと思ってた。なるほど。口利き。同級生と話すような口の利き方。だから別に親と話そうが、なんだろうが、それはタメ口。みたいな。なるほどね。そうだよね。そうだと思う。そうですかね。まこちゃんが正しい。よかったです。デスマスやめて、ちょっと今ほら、そうじゃない練習をしてるから。はい。じゃあ本題に入ります。ますって言っちゃった。今日はさ、まこちゃんに一人暮らしはどうですかって話を聞きたかったの。なるほど。もう今、大学3年生でしょ？一人暮らし3年目だけどさ、どう？一人暮らしは、ちょっともうそろそろ飽きてきたかな。飽きてきた？どういう意味？飽きるって。一人で暮らしても面白くないなって。面白くない？じゃあ、うちで一緒に暮らしてた時の方が楽しかった？そうかもね。例えばさ、一人暮らし、家族と暮らしたいわけじゃなくて、うちらとね、暮らしたいわけじゃなくて、例えば、友達と暮らしたいとか、そういう感じ？なんか、とにかく誰でもいいかも。誰でもいいの？許せる人であれば。そうだよね。もちろん、仲のいい人ならね。いやー、面白くないかもね、一人暮らし。でも、自由でよくないって思うんだけど。自由？一人だとどんな自由があるの？例えばさ、音楽聴きたかったら聴いてもいいじゃんとか、一人暮らしの部屋は狭いから、例えば、一人が音楽聴いたらうるさいとかさ、ちょっと今静かにしてほしいのに電話してるとかさ、あとはほら好きな時間に寝て起きたり。いやー、だって、別に音楽なんて家でもかけられるし、イヤホンすればいいじゃん。そうだね。で、好きな時間に起きて寝たら、規則正しくない生活になって、なんでこんな時間まで起きてるんだろうってなっちゃうから、だったら、強制してくれる人とかがいた方が、ちゃんと寝て起きれるし。じゃあ、
そうなってくるとそれは親と暮らすって感じだね。その朝起こしてくれる人っいや、てなる。違う。朝起こしてくれなくてもいいんだけど、うん。一人だと別に、本当に何時に寝たっていいじゃん。そうだよ。だからなんか、本当になんか規則正しくなくなるというか、なんかああ。せめて誰かいたら、うん。なんかその人と同じタイミングで寝ようかなとか思うかもしれないし、そうだね。寝ることに面白みがないから寝れなくなっちゃうの。ああ。でもそうだわ。私今さ、うん。夫と子供2人と暮らしてるじゃん。うん。だからさ、楽しいけどさ、うん。私一人だったら寂しいわ。寂しいでしょ？寂しいわ、どうしよう。うん。寂しい。別にそう自由いらないかも。そんな、別にね、朝ごはん作ってあげるって感じ。ありがたいです。ね。夜はちょっと作るのめんどいけど。いや、そうなの。なんか別に一人暮らしってそんなにメリットないかも。私飲み歩きたいタイプでもないっていうか、飲み歩いたりしてないからだと思う。飲み歩く人は一人暮らしがいいの？だって別に夜友達とわははって騒いで家帰って寝るのも楽しいと思う。じゃあ家はただの寝る場所みたいな。とか、家で宅飲みみんなでするとか、そういう友達間での交流が活発だったら、一人暮らしも楽しいかも。なるほど。宅飲みってのは家で飲むことだよね。そう。自宅で飲むで、宅飲み。じゃあさ、ご飯はどう？ちゃんと作ってますか？ご飯は、まあかな。朝ごはんは作ってる？朝は作ってないな。時間がなくて。朝ごはん作ってる人はでも半分くらいだと思うよ。大学の？みんな食べてんの？じゃあ作んないってことは食べないってこと？食べないで昼からとか。へー。ファスティング？ファスティングって何？ほら、ちょっと食べない時間を長くしてさ、17時間とか。普通に寝不足、寝坊。そんなにみんな食べないんだ。なんか起きれないのよ。でも私も今偉そうなこと言ったけど、大学時代さ、いい加減だったわ。でしょう？朝、やっぱり食べてないかもしれない。どうだったかな。朝からご飯炊くかってわかんないね。炊けないよ。だって、ご飯炊くのに30分、40分かかるんだよ。まこちゃんの炊飯器、ご飯炊くやつはタイマー？タイマーはない。タイマーはない？朝起きて、そうか。朝起きて炊くことしかできないからさ。タイマーのある炊飯器だったら確かに違うかも。普通の炊飯器はさ、タイマーあるよね。そうですね。ちょっと違うパターン買っちゃったんだよね。でも私多分炊飯器を買っても寝る前に米を仕掛けて寝るか。仕掛けない気がする。米の何時何分に炊けるようにセッティングして寝れないってことだね。めんどくさくなっちゃって。じゃあ夜、ごめん、でもじゃあでも夜は炊いてるんじゃないの？夜は炊いてるよ。夜は炊いてる？米炊いておかず作って食べてる。だいたいどんなの作るの？チキンステーキとか。いいね。チキン焼くだけで終わりだから。とうどんとかラーメンとか、そういう麺類簡単だから。ラーメンは自分で麺買ってきて茹でるの？そう。スープはどんなの？もう付属のスープつけるよ。塩ラーメンの袋セットみたいなの買って。それってインスタントラーメンのこと？インスタント、インスタントラーメンってこと。びっくりした。今なんか、もっとちゃんと作ってるかと思った。インスタントラーメンね。そんなすごいことするわけないじゃん。いや。簡単だからやると言ってるのに。むしろラーメンなんてインスタントじゃないラーメンの方が珍しいくらいじゃない？自分で作る。そう。だからどうやって作ってるのかなって思ったの。インスタントね。インスタントラーメンと冷凍うどんとか使ったり、あとはバイト先でまかない。まかないってバイト先で出してくれるご飯をまかないって言うんだよね。そう。を食べたりとか。まかないはどんなのが出るの？日によるけど、なんか家庭料理みたいな感じのが多いよ。なんか、こうバイト先の余った野菜を全部煮たごった煮みたいなやつとか。全部煮ちゃう。あとはなんかハヤシライスとかオムライスとかわざわざ作ってくれるかな、うちのバイト先は。いいね。じゃあお店で出してるメニューじゃないんだね。そうだね。お店で出してるメニューはちょっと高いからね、やっぱり。そうなんだ。多分あんまり出てこないかな。あれお刺身とかそういうのがあるってこと？うちは鶏の店だから。鶏ね。鶏の店ね。鶏肉ね。鶏肉のお店だから。
魚はないか。魚はないけどね。へえ。じゃあいいね、まかないがあるとね。めっちゃいいよ。心配だよ、ママは。まこちゃんがちゃんと食べてなさそうだから。大変だよ、一人暮らしは。ちゃんと食べれる人を尊敬してる。めんどくさすぎるから。そっか、あれだよね。やっぱ二人で暮らしてるとさ、どっちが作るにしてもさ、一人のために作るより、二人のために作る方が気分がいいよね。気分がいいね。なんか、確かにその自分のためだけに時間かけて作るのって、ちょっとめんどくさかったりするね。そうなのよ。私ってさ、ご飯食べてさ、めっちゃご飯自体に喜ぶタイプじゃないからさ。あんまないよね、その食べたい欲求がね。そうなの。美味しさに感動するけど、別にそこまでじゃないから、なんか人と食べるんだったら美味しいねって言い合えるから、まだ楽しいんだけど、一人で作ったらお腹いっぱいになってきたみたいな感じの気分。ただの餌みたいな感じ。その餌ってほら動物にあげる餌みたいなね、その人間の食べ物は餌じゃないからさ。そこまでは思ってないけどさそっか。でもまあ近いかな、そういう気分ではある。なんかどうせ寂しいから YouTube とか見ながら食べるじゃん。そうね。でなんか気づいたらなくなってるみたいな。なんかあんまり食に喜びを感じないのよね。なるほど。大丈夫かな、あと1年半。ね。その後就職しても一人暮らしだよね、多分ね。そうね。そうね。まあでも一人暮らししたら、彼氏と近いところに住みたいから、そのまだ二人で暮らさないけど、そしたらもうちょい改善されるかな。そうだね。と思います。でもどうする、もしさ、まこちゃんがある場所に就職して、それがその彼氏の就職先と遠かったら。いや、それもう考えないようにしてる。そんなことは起こらないようにしようねって。そうなんだ。じゃあ二人で同じ地域の会社を目指して。同じ地域がいいねって。いいじゃない。仲良しさんだね。でも怖いよね。私もうこれ以上遠距離やってらんない感じするもん。そう、遠距離恋愛っていうんだよね。その遠い距離のね、恋愛をね、やってられない。やってられないな。近い方がいいよね。会社に就職しても遠距離だったらさ、近距離になることあるって思っちゃうもん。ないね。ないよね。じゃあダメじゃん。そうなの。だから頑張ろうねっつって。頑張って。そういう話してんのね。そういう話をしてます。今度連れてきてよ。そうね。本当に連れてきてくれる？連れてきたいけど、あっちがどうかな。あっちの意見は聞いてない。あっちの意見聞かずに連れてこいってこと？いや、一回お話ししてみたいな。そうだね。どういう人かな。パパがいたら怖いけど、お母さんとだったら大丈夫かも。なんで？パパも？パパはジャッジしそうじゃん。そう。こいつはできる男だとか、できない男とか。小学生の時もさ、私がちょっと気になってた男の子がさ、挨拶運動のお父さんにさ、挨拶しなかったからさ、あいつはダメだって言ってたもん。挨拶運動のお父さんって何？横断歩道に立ってさ、旗振り？そう、旗振り当番だ。そうそうそう、横断歩道で車が来てね、危ないから朝親がこう黄色い旗を持って、子供たちを渡すんだよね、横断歩道ね。信号があるけど、そういうことをやるんだよね。じゃあその時に、その男の子が挨拶しなかったんだ。そう、しなかったの。そしたら、あいつはダメだ。そう、言ってた。誰？高弘くん。懐かしい名前だ。私はちょっと悲しかったんだけど。そっか。そんな挨拶しないんだ、みたいな。むしろ彼が挨拶しないタイプの子だったんだ。そっちもショックだけど、なんかそれを、なんかお父さんの手に聞かされる何か、みたいな。なるほど。で、今の彼氏は挨拶するタイプの人？どうなんでしょうか。しないことはないと思うけど、積極的な挨拶するタイプじゃないかも。挨拶は大事だよね、でも。挨拶をしてほしいけどね。最近私お店の人にも挨拶するようにしてる。こんにちは。そう、入るときに。あんまりさ、日本ってそうしないじゃない？そうだね。割と。でも、こんにちはって言って入っていくと、動画撮ってても、なんていうの、ちょっと撮らせてもらっていいですかとか言いやすくなる。なるほど。しっかり挨拶して、にっこり行くの。それがいいね。
だから彼氏もやっぱり絶対最初にちゃんと挨拶する人だとみんなによくしてもらえる。そうだね。うん。やっぱ伝えとくわ、じゃあ。うん、挨拶は。挨拶大事だよって。多分そうだよね。けどしてない前提で話しちゃった。どうなんでしょう、ちょっと知らないから詳しいことは。うん。知らないの？だって一緒にいるのに。一緒にいる時の彼氏しかわかんないもん。一緒にいる時、そのお店の人に挨拶してる？あんまりお店の人に愛想のいいタイプじゃないかな。愛想悪い人最悪じゃん。でも、悪くはない？わかんない。お店の人に態度が悪い人は悪くないよ。絶対悪くないけど、平均って感じ。じゃあ必要以上に愛想よくしない感じがある。そうね、必要以上に愛想よくしなくてもいいよね。ちょっとしちゃうところが。でもそう、私もお母さんも必要以上に愛想いいじゃん。だからちょっと、必要以上に愛想が良くないって思っちゃう。でもまあ必要以上だしいいかって思う。そうだよね。これくらいの人もいっぱいいるし、別にこんなもんだよなって思う。いいと思う。でもつい愛想よくしちゃうから。ついしちゃうの。もう条件反射っていうのかな。美味しそうとかさ。そう。ありがとうございますとかさ。ごちそうさまでした。ね。美味しかったです。やっちゃうよね。とかさ。でも絶対やった方がよくない？やらないよりやった方がいいと思ってやってる。そう。で、まずかったり、嫌な店だったらやらないもんね、やっぱり。わざわざはね。ね。美味しかった。美味しかったら美味しかったですは言うけどね。別に言ったところで多分、そんなにあっちもさ、うわ、嬉しいとはならないけど、なんか多少嬉しいんじゃない？そうだね。愛想悪いよりはね。だって私も動画見てもらってさ、面白かったですって言われたら嬉しいもん。たくさんの人が言ってくれるけど、やっぱり、言われた方が嬉しいよ。そうだよね。まあだから言っていこうかなと。言っていきましょう、私たちは。はい、思ってるんですけど。じゃあ一人暮らしの話がだいぶ挨拶が大事という話になりましたけど。だいぶそれてしまいました。他にじゃあ一人暮らしについて言い忘れたことはありますか？でもですね、最近、これが一人暮らしかって思ったことがあって。何？それがシソジュース。シソジュース。はい。そうだね。シソっていうのは、赤シソね。赤いシソ、植物だよね。そうそう。なんか、ちょっと薬味みたいな。そうだ。梅干し作るときに使うやつだ。梅干し食べたことあるでしょうかね、皆さんね。しょっぱい、よく日本のおにぎりに入ってるやつね。そう。それが赤いんだけど、その赤を色付けしてるのが、その赤シソなんだけど、その赤シソを使ったジュースをね、シロップみたいな、赤シソシロップをね、作ったんですよ、家で一人で。私は赤シソシロップをもう思い立って作ったの。もう1週間前から、よし、この日に作るぞとかじゃなくて、スーパーに行って、赤シソの、袋にいっぱい売られてるんですよ。みちみちに詰まった。しかもあれ、その時期しか売られてないんだよね。その時だけ。そう。それを見て、ピピピピーンと思って、これは赤シソシロップを作るチャンスだみたいな。で、その場で衝動買いして、買って帰ったの。まあ、その日には作んなかったんだけど、とにかく誰にも予定を管理されず、適当に買って、好きなタイミングで、今日作っちゃおうかなで作るっていうのが、すごく自由だったんだよね。で、やっぱコンロとか使うとさ、その長い時間使うしさ、やっぱさすがに人と一緒にいたら、ちょっと気使うと思うの。で、夜とかにやってたし。絶対気使うの。お母さんに、今日やるのとか、言われないかもしんないけど、言われるかなとか、普通に気使うじゃん。そっか、偉いね、そんな気使って。なんか、気使うというか、ちょっと普通に配慮するじゃん。そうだね。共同生活をしてた。そうだよね。それがゼロでいいってことだね、一人暮らしだと。それで、なんか衝動的だったし、誰にも言わなかった。なんか、ただ私がやりたいからやっただけっていう感じで。一人でね。そう。いいね。なんか 100% 私がやりたくてやったことだみたいな気分だったわけ。あれは楽しかったね。いいじゃない。そういう機会をたくさん増やせばいいんじゃない？そう思うね。一人暮らしを楽しむには。ただね、課題がね。大学の課題が。結局課題は大変か。課題のせいだと思うね。課題のせいな気がしてきた。一人暮らしが楽しくない。なんか友達と遊ぼうとしても、でも課題が終わってないのに友達と遊んでいいのかな？友達と遊んでいても課題が終わっていないことを気にしてしまうとか思っちゃうからさ。友達もみんな課題があるよね。まあだからそういう時もあるし、普通にさ、
私って人以上に気にしすぎだからさ、もう課題ができなかったら人生終わるみたいな気分だからさ。ああ、そっか、真面目なのね。そう、真面目なのも必要以上に。じゃあ今後は必要以上に真面目にならないっていうことと。それじゃ面白くないのよ。そうなの？だってどうせなら課題にさ、真剣に向き合ってさ、なんかいいものができた方が嬉しいじゃん。ああ、言えばこう言うって。でもここが私のジレンマなの。なるほど。このように、すごく不安になっちゃうのやめたいけれども、こんだけ不安になってるからこそ、いい作品ができるんだ。なるほど。あ、必要なのね。必要なの。でもそのせいで苦しめられているの、私は。でもさ、ほらやっぱアーティストってさ、苦しんでるイメージない？これは等価交換だと思ってる。等価交換。はい、難しい言葉の説明してください。等しい価値と書いて等価なんですけど、同じぐらいの、同じような価値ってことだよね。同じ価値。なんか、すべていいことばかりをこう取っていくのは難しくて、やっぱ何かの犠牲を払うから、何かの権利というか価値、効果を得られる、という感じのイメージです。つまり、今回の場合で言うと、すごい苦しい思いをして作品を生み出すから、いいものができると。そうです。はい。もしかしたらそうじゃないのかもしれない。その、うまくやる人は、その本当の天才は楽しんでやるから。楽しんで苦しまないとやれないことをやるから、続くんであって、苦しみが全てじゃないとは思うんだけど、私の今までの制作は、もう無理、なんだこれ、とか、こんなものを作っていてはいけないみたいな、どうせ作るならいいものを作るんだという、その、ちょっとマイナスな気持ちが入ってるからこそ、多分、そこから逃れたくていいものができてるところがある、今までは。から、安易にこう、じゃあ全部ほっぽり出そうとはできない。なるほど。将来が楽しみだ。ありがとう。大変そうだけど、まあ、あんまり無理しないで。無理しません。いや、無理はするかも。応援してるね。ありがとう。じゃあ、まこちゃん、今日はどうもありがとうね。ありがとうございました。いつでも大変になったら帰ってきてください。帰ってきて。帰ってきます。では皆さん、今日は聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。